田中君が北浦さんにパワハラをしているという訴えが出ているんだ。晴天の霹靂だった。パワハラをした覚えなんてまるでない。入社して以来、俺は人一倍会社の人間関係に気を使ってきた。相手の顔色を伺い、気を悪くしないように発言に気をつけ、信頼を勝ち取り、係長になったのだ。俺はパワハラなんてしてません。訴えた俺の目の前で録音が再生される。北浦さん、ふざけないでください。あなた会社に何しに来てるんですか？真面目に働くつもりがないのなら、他の社員にも迷惑ですし、やめてください。確かに俺はこの言葉を言った覚えがある。だがそれは会社の飲み会の帰りに北浦さんが酔ったふりをして俺をラブホテルに連れ込もうとしたからだ。おそらく最初がいけなかったのだろう。新人アルバイトとして入ってきた彼女に仕事を教え、気軽に相談してほしいという思いから、彼女だけでなく後輩も誘ってランチに連れて行きおごった。それ以来彼女は俺を誘ってくるようになった。純粋に先輩として慕っているのであれば嬉しいのだが、俺は偶然女性同士で喋っているところに出くわし、北浦さんの本性を知ってしまった。せっかく大手の会社でバイトしてんだから、がっつりエリート社員捕まえて結婚しないと。こんなことを聞いて恋に落ちるはずがない。そんなわけで俺はのらりくらりと北浦さんの誘いを断りながら逃げ続けていた。最近は仕事そっちのけで俺のデスクに喋りに来たり、頼んだ仕事ができておらず助けを求めてきたりと、仕事の面でも支障が出てイライラしていた。今までは穏やかに対応していたが、我慢できなくなってはっきりと断った俺に北浦さんはリベンジしたのだ。俺ははめられたんです。必死に北浦さんに迫られたことや、彼女が仕事を放置してまで俺を誘ってきたことなどを説明したが、上司は取り合ってくれなかった。君も知っているだろう。昔は許されていた言動も、昨今の社会情勢によりパワーハラスメントとして認識され、公的にそれが証明されると会社の立場も危うくなるんだ。それは知っている。だからこそ俺はそうならないように気をつけて職場で過ごしてきたのだ。田中君、君は係長から平社員に降格して、明日からクレーム管理課に異動だ。左遷を宣告され、俺はがっくりと肩を落とした。それは災難だったな。居酒屋での席。俺の話を聞き、中学からの親友である加藤が慰める。災難どころじゃないよ。ったく、俺が何したって言うんだ。愚痴をこぼさずにいられない。お前ならまた信頼を勝ち取って復帰できるって信じてる。今日はおごってやるから腐らずに頑張れ。励まされてうなずきながらも、明日からのことを思うと憂鬱になった。クレーム管理課は製品の問い合わせや不具合、交換などについてのクレーム対応だけではない。長い間使用しておきながら全額返金を要求したり、ストレス解消で電話をかけてくるような輩もいて、精神的ストレスが高い。社員は誰も行きたがらず、いつしかクレーム管理課は左遷先として認識されるようになった。課のほとんどはバイトやパートで構成されているが、長く働いている従業員は少なかった。仕事の内容は松下さんに聞いて。やる気がなさそうな課長からの言葉を受け、松下さんのデスクへ向かう。松下さんは課長以外に唯一いる社員だった。今日からお世話になります。頭を下げると彼女が見つめた。田中さんって前に会ったことありませんでしたか？俺は彼女を見つめ返したが、記憶をたどってみても覚えはなかった。多分ないと思うんですが、総務にいた時に関わったのかもしれませんが、すみません。申し訳なく思いながら頭を下げると、にっこり微笑まれた。大丈夫ですよ。私の勘違いかもしれませんし、どうぞよろしくお願いします。
陰気な空気が漂っているかに不似合いなほど明るい笑顔だった。クレームは基本的にバイトやパートが対応するが、厄介な案件は社員に回される。時には顧客の自宅に手土産を持って訪ね、謝罪することもあった。罵声を浴び嫌味を言われ、脅し半分のような発言を聞かされることも一度や二度ではない。クレームを受けた際はどんな内容でも入力し、毎月データとして積み上げていく。くだらない内容も多く、何のために自分はここにいるのだろうと思うこともたびたびあった。そんな中でも松下さんは常に誠実に対応するだけでなく、笑顔も忘れず、荒れ野に咲く一輪の花のような存在だった。どうして松下さんは意欲的に仕事を取り組むことができるんですか？松下さんに疑問をぶつけると微笑まれた。クレーム対応って会社にとって一番重要じゃないですか。正論ではあるが、それだけでは納得できなかった。確かに理不尽に怒られたり、横暴な要求をぶつけられて嫌だなって思うことは私にもありますよ。そう前置きした上で、クレームに誠実に対応することによってお客様に喜ばれたり感謝されたりするのが嬉しいのだと語った。しかもその人がうちの製品をまた使いたい、別のものも試してみたいってリピーターになってくれると、この仕事をやっていてよかったなって思うんです。前向きな彼女を見ていたら自分が恥ずかしくなった。俺は彼女よりも年上で役職までついていた身なのに、こんな基本的なことも分かっていなかった。いや、頭では分かっていたものの実践しなかったのだ。松下さん、ありがとう。左遷されたと思って仕事に前向きになれなかったけど、考えが変わったよ。今までは従業員たちからクレーム対応を回されると仕方なく対応していたが、積極的に取り次ぐようになった。もちろん嫌な客だっているし、腹が立つこともあったが、以前に比べたらクレーム対応が嫌ではなくなった。気持ちの持ちようでこんなにも心境に変化があるのかと自分自身驚いた。田中さん、表情が明るくなりましたね。松下さんに話しかけられ、笑顔で返す。松下さんのおかげです。その日、クレーム管理課の従業員でお疲れ会を開催した。クレーム対応は精神的な負担が大きい。だからみんなで集まっておいしい食事や酒を楽しんで愚痴を吐き出し、ストレスを発散させようと思ったのだ。松下さんも俺の意見に賛同し、これはクレーム管理課にとって必要な場ですから、経費で落とせるように交渉します。と張り切った。居酒屋には普段からは信じられないぐらいの明るい笑顔と笑い声が響いていた。クレームあるあるネタで盛り上がり、ここぞとばかりに普段の憂さを晴らす。性別も年齢も関係なく全員で盛り上がっていた。そんな中、松下さんが俺の隣に座った。私、ずっと疑問だったことがあるんです。田中さんはパワハラで左遷されたって聞いてましたけど、私が見ている限り、田中さんがパワハラするような人には見えません。俺の目をまっすぐ見て伝えてくれる彼女に胸が熱くなった。俺は左遷になった経緯を話した。信じられない。どうして会社はちゃんと調べないんですか？松下さんは憤慨した。こんなに彼女が感情的になったのをクレーム対応の時ですら見たことがなかった。周りで話を聞いていた従業員たちも強く同意する。私たち、田中さんがそんなことする人じゃないって知ってます。悔しい。これこそクレーム案件ですよ。次々に俺を擁護する声が飛び交う。いつの間にクレーム管理課はこんなに結束力が強くなったのだろうと驚きつつ、みんなが俺を信頼してくれていることに感激し、瞳の奥が熱くなった。それから2年が経ち、俺は目の前の女性を呆然と見つめていた。田中さん、またよろしくお願いしますね。
笑顔を浮かべた彼女こそ、俺を左遷に追い込んだ北浦さんだった。北浦さんはアルバイトから契約社員になっていた。だが、ここに来たということは何か左遷になった理由があるのだろう。クレーム管理課にはもう一人、去年から働いている男性社員、藤見くんがいた。藤見くんは新入社員だったが、希望部署にクレーム管理課を選んだという。世の中には奇特な人もいるものだ。北浦さんが藤見くんをターゲットに定めたのは明らかだった。猫なで声で話しかけ、ランチに誘い仕事の相談をする。やり口は何ら以前と変わっていなかった。藤見くん、北浦さんには気をつけた方がいいと思うよ。余計なお世話かとも思ったが、俺のような目に合わせたくなくてそう伝えると、藤見くんがニコッと微笑んだ。ええ、分かっています。事実、藤見くんは全く北浦さんに興味がないようだ。だんだんと北浦さんが焦っていくのが見ていて分かった。変なことにならないといいが、と俺は心配になった。2日後、就業前の部署にて、松下さんが北浦さんの目の前にボイスレコーダーを突きつけた。これ聞いてもらえますか？録音が再生される。私を振ったらパワハラで訴えてやるんだから。そうなったら藤見くんも終わりよ。北浦さんの悪行が次々に暴かれていく。俺に左遷を伝えた上司は、実は北浦さんに誘われて体の関係を持っていた。そのため、俺が何を言っても聞いてもらえなかったのだ。だが、その上司は北浦さんを軽く見ていた。彼女は上司からお金を絞れるだけ絞り取り、値を上げた上司は別れ話を切り出した。そこで奥さんに訴えてやると脅して手切れ金を受け取り、クレーム管理課に異動となったのだった。もちろんその経緯を上層部は知らない。あなたならまたここで別の男性を誘うだろうと思ってました。私の計画通りですね。処遇は追っての報告となりますので、覚悟しておいてください。逆上した北浦さんが松下さんに歩み寄り、胸ぐらをつかむ。あんたにそんなこと決める権利ないでしょうが。すると松下さんが北浦さんの手を振り払い、凛とした声で告げた。誰に向かって口を聞いているんですか？社長令嬢であり、重役である私にそんな権利がないと？松下さんが社長令嬢？聞いてないぞ。驚きのあまり絶句したが、それは他の従業員も同じだった。特に課長は青ざめて倒れそうになっていた。それから藤見くんですけど、私の弟なんです。私が頼んでクレーム管理課に入ってもらいました。それもまた衝撃だった。名前を変えさせて弟を潜入させ、1年以上かけて準備するとは。ああ、これでやっと営業部に移動できる。姉ちゃん人使い荒すぎ。本音を漏らした藤見くん改め松下くんに、松下さんがくすっと笑みを漏らす。でも、クレーム管理課で顧客の声を直接聞けたことは勉強になったでしょ？うん、ここで働かせてもらえてよかったって思ってるよ。松下くんが笑顔で返し、俺も彼の言葉を聞いて嬉しくなった。これでようやく田中さんの潔白が証明されますね。松下さんが微笑むと、従業員がわーっと歓声を上げ、拍手が湧き起こった。北浦さんは処遇が下される前に、こんな会社こっちから願い下げよう。自主退職し、会社を去った。このまま会社に居続けたところで、いいことは一つもなかっただろうから、彼女にしては賢明な判断だったと思う。よかったな。無実だったことが証明されて。俺は加藤を呼び出し、事の顛末を報告した。いつもはカウンターで飲むことが多いが、今日は会社での話ということもあり、個室だ。加藤は自分のことのように喜んでくれ、追加した酒で乾杯した。それにしてもまさか松下さんが社長令嬢だったなんてさ、びっくりしたよ。俺は、はぁ、と盛大に息を吐いた。確かに。
クレーム管理課で働いている事務員が社長令嬢だなんて思いもしないよな。ははと加藤が笑う。クレーム対応なんて嫌なこともたくさんあるのに、仕事に真摯に取り組んでてさ、笑顔で可愛くていいなと思ってたんだよ。少しずつ距離も近づいてきたと思ってたのに、社長令嬢って知って一気にはるかに遠い存在になっちゃったな。酒が入ったこともあり、つい本音を漏らした俺の肩を加藤がパンと叩いた。そんなこともないと思うぞ。その時、個室の扉が開いた。こんばんは。顔を出したのは松下さんだった。え、松下さん？驚く俺を見て加藤が楽しそうに笑う。実は俺、美和子といとこなんだよ。お前さ、一度だけ美和子と遊んだことあるの覚えてない？小学生の時にたまたま美和子が来ててさ。で、実は俺もあんま覚えてねえんだけど。松下さんがそれを聞いて頬を膨らませた。私はずっと覚えてたのに二人ともひどい。あの時、田中くんが私に優しくUNOのやり方説明してくれて一緒に遊んだこと。私はすごく嬉しくてずっと忘れてなかったんだよ。そういえばそんなこともあったような気がする。だが相手の女の子の顔までははっきり覚えてないし、ましてや女性なんて成長すると驚くほど顔が変わるので、覚えていろという方が無理だ。美和子から電話がかかってきてさ、まだ田中くんとつながってんのかって聞かれてびっくりしたよ。たまに飲みに行くって話したらいろいろ聞かれてさ。加藤は、あとは二人で話せ。と言って出て行った。私、優しかったお兄ちゃんがパワハラで異動になったって聞いてショックだったけど、信じられないって気持ちの方が大きかったんです。だから一緒に働いて見極めようって思っていました。松下さんは俺と一緒に働くうちに、俺がシロだという確信が深まっていき、飲み会の席で思い切って理由を尋ねようと決心したのだという。私、許せませんでした。田中さんを陥れた北浦さんが。だから彼女の行動を調べて不倫していることを突き止めて、どうやったら追い詰めて田中さんの潔白を証明できるか計画したんです。松下さんに感嘆しつつ疑問が浮かび上がった。どうしてそこまで？優しくされたって言っても小学生の時に一回遊んだきりだし、そこまでの恩を感じる必要はないのに。そう言った途端、松下さんが顔を真っ赤にした。そんなの田中さんが好きだからに決まってるじゃないですか。予想外の答えに絶句した。小学生の時から好きだったわけじゃないですよ。一緒にお仕事するうちにいいなって思うようになったんです。そして田中さんが左遷されるのは理不尽だ。私が無実を証明したいって思いました。俺の胸が熱くなった。俺は松下さんがいなかったらクレーム管理課に左遷されたことを否定的に捉え、やる気を失うところでした。いつも明るくて笑顔で前向きな松下さんに救われ、好きになりました。松下さんの瞳がみるみるうちに潤んでくる。社長令嬢だって知って驚きましたが、あなたを好きな気持ちは変わりません。付き合ってくれませんか？俺がそう言うと涙声で、はい、と答えてくれた。パワハラの罪を着せられて左遷になって落ち込んだが、それをきっかけに松下さんと出会えたのだから、俺をはめた北浦さんに今は感謝している。